バンバン9の一連の投稿では様々なティザーが公開されました。過去の動画でも考察してきたように、アビスとは単なる場所ではなく、世界そのものに作用する影響であり、その正体は歪んだ世界であると考えています。車の変化、探検から騎士の剣への変貌、特定のケースの人間化、ジバニウム村に降り立ったバンフラ融合体の変化、リトルビークの羽ばたき、そして世界観の違うロボットの存在。これらの要素から考えると、アビスの影響下にある既存の物質や存在は、本来とは別の姿へ変化してしまう可能性があります。さらに、ゲーム説明文では、アビスが論理が通用しない場所として紹介されています。つまり、そこは一切の常識が通じない場所であり、だからこそタダドゥ教やブラシスタは、主人公が持つ運の力に頼っているのではないでしょうか。今回は、その中でも特に異質な謎多きロボットのティザーについて考察していきます。そこで浮上した仮説が、このロボットの正体はキャプテンフィドルズではないのか、というものです。一見すると、かなり突拍子もない仮説に聞こえるかもしれません。しかし、これまで公開されてきたティザーや、キャプテンフィドルズに関する情報を順番に整理していくと、このロボットとキャプテンの間には、無視できない共通点が見えてきます。では、順を追って説明していきます。ロボットのティザー。この投稿は、どこかの格納庫のような場所に、一体の人型ロボットが佇んでいる、そんなティザーとなっています。初見で感じたのは、バンバンの世界観にはそぐわない、明らかに異質な存在であるという点です。さらに注目なのが、嵐に耐えられるように作られているという意味深な一文です。これは単なる耐久性の高さを示しているだけでなく、何かしらの異常環境を想定して作られている可能性を示唆しています。これまでのストーリーを踏まえると、このロボットの制作者はブラシスタである可能性が高いでしょう。胸にはバンバンのマークがあり、指は5本指、さらに操縦席に人間が登場する構造であることから、そのサイズはかなり大型であると考えられます。用途については現時点では断定できませんが、武装がほとんど確認できないこと、そしてコックピットがむき出しである点から見ると、一般的な戦闘用というよりも、特定の環境下で運用される機体である可能性が高いです。つまりこれは単なる作業用ではなく、特殊な環境に対応するための存在と捉える方が自然でしょう。そしてここで重要になるのが、このロボットもまた、アビスの影響を受けた存在である可能性です。これまで見てきたように、アビスは既存の物質や存在を歪め、別の形へと変化させる性質を持っています。このロボットの異質さも、その延長線上にあると考えると、一つの仮説が浮かび上がります。それが、現実世界には一度も登場していない、キャプテンフィドルズの歪んだ姿こそが、このロボットなのではないかというものです。実際、一連のバンバン9のティザーには明確な統一性が存在しません。しかし、自作がアビスという異質なテーマを掲げている以上、このバラバラに見える要素をつなぐ鍵は、歪みという現象そのものにある可能性があります。つまりこのロボットは、その歪みを最も象徴する存在の一つなのかもしれません。キャプテンフィドルズ。キャプテンフィドルズは、現状不倫の精神世界でのみ確認できる存在です。一方で、現実側の VHS やメモには、ケース 12G として記録されているため、考えられる可能性は大きく2つあります。一つは、過去には存在していたが、現在はすでにいないという可能性。もう一つは、ゲーム本編にはまだ登場していないだけという可能性です。一見すると、この2つは真逆のようにも見えます。しかし私は、どちらも当てはまるのではないかと考えています。つまりキャプテンは、過去には確かに存在していた。しかし現在は、キャプテンフィドルズとしての姿を維持しておらず、アビスの影響によって別の姿に再構築されている。その姿こそが、バンバン9で公開されたロボットなのではないでしょうか。もちろんこれは、アビスイコール歪んだ世界という仮説を前提にした考察です。しかし現時点では、このロボットの存在意義を説明できる一つの説として、十分に成立すると考えられます。キャプテンは、バンバンファミリーの中でも特に異質な存在です。先ほど紹介したように、不倫の精神世界でのみ確認でき、バンバンロールプレイ X では、なぜかキャプテンの壁画が消えていました。さらに、バンバンファミリーの中で唯一、バンバンを見ていない存在でもあります。つまりキャプテンは、最初から現実世界との接点が極端に薄く、意図的に切り離されているようにも見える存在なのです。そんな彼について、先日、制作者の兄弟が X で興味深い投稿をしていました。首のない人間の種について、胸に顔があるという記述を残しています。ブレムミアエは、神話上の首のない人型生物で、顔、
具体的には目と口が胸か肩に位置していました。そしてその投稿に対して容姿の特徴が一致しているキャプテンの壁画を載せていました。一見するとこれは単なる小ネタやキャプテンのモデルがブレムミアイであるという補足に見えるかもしれません。あるいはたまたま似ている存在を並べただけとも考えられます。しかし今回のロボットと比較するとここに重要な共通点が見えてきます。それが胸に顔があること、そして首がない存在であることです。この特徴はキャプテンフィドルズにもブレムミアイにも、そして今回のロボットにも重なります。さらにバンバン8ではフリンの精神世界の中でダダドゥ教によってキャプテンには首がないという特徴が改めて強調されていました。ここで注目したいのはロボットの胸部です。キャプテンは胸に顔がある存在ですが、ロボットは胸に操縦席、あるいは中心部のような構造を持っています。つまりこれはキャプテンの胸に顔があるという特徴が機械的な形に置き換えられた姿とも考えられます。顔そのものではなく胸に中心機能がある。この構造の一致は単なる見た目の類似ではなく、キャプテンという存在をロボットとして再構築した痕跡なのかもしれません。まとめると、キャプテンは現実から意図的に切り離された存在であり、アビスの影響を受けたことで現実側ではロボットとして再構築された可能性があります。さらに嵐に耐えられるように作られているという一文をアビスの歪みに耐えるための表現だと考えるなら、このロボットは対アビス用の機体として作られた存在とも解釈できます。キャプテンは現実では確認されていない存在です。それにもかかわらず、このロボットは現実側のティザーに登場している。この矛盾を説明できるのがアビスによる再構築という現象なのではないでしょうか。キャプテンの役割を前提に作られた器にも見えてきます。フリンの精神世界でのバンバンの会話から、キャプテンは操縦が得意な存在として描かれています。そして目の前にあるのは明らかに操縦を前提としたロボット。この2つが無関係であると考える方が不自然ではないでしょうか。そしてここでさらに気になるのがフリンの精神世界の最後に起きた出来事です。そこでは空を飛ぶラマンバが襲来し、この後の展開が全く予想できない状態になりました。ではなぜ死んだはずのラマンバが空を飛んでいたのでしょうか。まさにカオスです。あべこべな現象です。しかしこれはアビスの歪みの構図とよく似ています。直近でももう存在しないはずのリトルビークが羽ばたく姿が描かれていました。存在しないはずのものが現れる。本来とは違う姿で再び動き出す。ここで一つの可能性が浮かび上がります。それはフリンの精神世界そのものがアビスとつながっている、もしくはアビスと同じ性質を持っているのではないかということです。次回はこのフリンの精神世界とアビスの関係についてさらに考察していきます。気になる方やこの動画が面白かったらぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。